霊界通信小桜姫物語朝の和三郎著41怪人の怒り。私が伺った橘姫のお物語の中にはまだいろいろお伝えしたいことがございますが、とても一度に語り尽くすことはできませぬ。いずれまた良い折がありましたら改めてお漏らしすることとして、ただ走り水の海でご入水遊ばされたお話だけはどうあっても省くわけには参りますまい。あれこそは一人このご夫婦のご一代を飾る最も美しい事績であるばかりでなく、また日本の歴史の中でのとびきりの美談と存じます。私はなるべく姫のお言葉そのままをお取り次ぎすることにいたします。私たちが海辺に降り立ったのはまだ朝の間のことでございました。風は少し吹いておりましたが、空には一点の雲もなく、五六里もあろうかと思われる広い入り海の彼方には、房の国の低い山々が絵のようにぽっかりと浮かんでおりました。その時の私たちの人数はいつもよりも小勢で、かれこれ4、50名もおったでございましょうか。仕立てた船は2艘、どちらも堅牢な荒船でございました。一同が今日の良き船出をことおぎあったのもほんのつかの間、やや一里ばかりも丘を離れたとおぼしき頃から、天候がにわかに不穏の模様に変わってしまいました。西北の空からどっと吹き寄せるはやて、みるみる船はぐるりと向きを変え、人々は滝なすしぶきをいっぱいに浴びました。それにあの時の空模様の怪しさ、赤黒い雲の峰が右からも左からも黙々と群がりひでて、満天に折り重なり、辺りはさながら真夜中のような暗さに閉ざされたと思う間もなく、白羽を植えたような稲妻が絶え間なく間をひらめき、それにつれてどっと降りしきる大粒の雨はさながらつぶてのように人々の表を打ちました。我が君をはじめ、一度はしきりに過去たちを励まして荒れ狂う風浪と戦いましたが、やがて両三人は波に飲まれ、残りは力尽きて船底に倒れ、船はいつ覆るかわからなくなりました。すべてはものの半時も経たぬ、ほんのわずかの間のことでございました。かかる場合に望みて、人間の頼むところはただ神業ばかり。私は一心不乱に神様にお祈りをかけました。船の激しき動揺につれて、幾度となく投げ出される私の体。それでも私はその都度起き上がりて、手を合わせて熱心に祈り続けました。と、たちまち私の耳にはっきりとした一つのささやき。これは怪人の怒り。今日限り御事の生命を取る。覚えずはっとして、うつつに帰れば、耳にいるはただ凄まじき波の音、風の叫び。が、心を静めるとまたもや、右の怪しきささやきがはっきりと耳に聞こえてまいります。2度、3度、5度。幾度繰り返してもこれに間違いのないことが分かったときに、私はすべてを御事に打ち明けました。御事は日頃の惜しいご気性とて、何の愚かなことをと、ただ一言に打ち消してしまわれましたが、ただいかにしても打ち消し得ないのは、いつまでも私の耳に聞こえる、不思議のささやきでございました。私はとうとう一存で、神様におすがりしました。御事は御国にとりてかけがえのない、大事のお身の上。何とぞこの数ならぬ女の命をもって、御事の本命に変えさせたまえ。2度、3度、この祈りを繰り返しているうちに、私の胸には年来の御事の恩情けがこみ上げて、私の両眼からは涙が滝のように溢れました。一種の歌がおのずと私の口をついて出たのもその時でございます。さねさし、さがむのおのに燃える火のほなかに立ちて、といし君はもう。右の歌を歌い終えるとともに、いつしか私の体は荒れ狂う波間に踊っておりました。その時、ちらっと拝した我が君の、はっと驚かれた恩をもかげ、
それが現世での見納めでございました。橘姫の御物語は、ひとまずこれにて打ち切りといたしますが、ただ私として、ちょっとここで申し添えておきたいと思いますのは、怪人の怒りの件でございます。大和武の御様のような、あんなご立派なお方が、なぜなれば怪人の怒りを買われたか。これはおそらく、どなたもご不審の点かと存じまするが、実は私もこれにつきて、ご指導役のおじいさんにその訳を伺ったことがあるのでございます。その時おじいさんはこう答えられました。それはこういう次第じゃ。すべて物には表と裏とがある。御事が日本国にとりて、並びなき大恩人であることは言うまでもなけれど、しかし殺された賊徒の身になってみれば、御事ほど世にも憎いものはない。御事の手にかかって滅ぼされた賊徒の数は何万とも知れぬ。で、それらが一段の怨霊となって隙を伺い、たまたま心よからぬ怪人の助けを得て、あんな稀有の嵐を巻き起こしたのじゃ。あれは人霊のみでできる仕業でなく、また怪人のみであったら、よもやあれほどのいたずらはせなかったであろう。たまたまこうした二つの力が合致したればこそ、あのような災難が急に降って湧いたのじゃ。当時の橘姫には、もとよりそうした詳しい事情のわかろうはずもない。姫があれをただ怪人の怒りとのみ感じたのはいささか間違っているが、それはそうとして、あの場合の姫の胸には、誠に涙ぐましい真剣さが宿っていた。あれほどの真心が、なんですぐ神々の身胸に通ぜぬことがあろう。それが通じたればこそ、大和武の御には無事に、あの災難を切り抜けることができたのじゃ。橘姫はやはり稀に見る優れたお方じゃ。私はこの説明が、果たして全てを尽くしているか否かは存じませぬ。ただ、皆様のご参考までに、私の伺ったところを付け加えておくだけでございます。